こんばんは。最近テニプリにハマっている気まぐれ二人暮らしです。最近家を買おうと思い立ってちょくちょく内見に行ってました。今日はその話をしたいと思います。まず10月の中頃になんとなく物件見るの好きやからいい物件があったから資料請求をしたら電話かかってきて、で内見どうですかって言われて、でいや全然家買う気なくて資料請求しただけなんですって言ったら、見に来てくださいって言われたから内見の予約したんやけど、でその時にいろいろと質問されて、その質問の中に今は誰かと住んでますかっていう質問で、2人で住んでます、うんで入籍の予定とかありますかってそうそう聞かれてるな。聞かれて、でいや恋人は女性なんで女性同士で付き合ってるんで入籍とか全くそういうのないんですっていう感じでさらっとカミングアウトして、で自分たちは不動産屋さんにレズカップルとして堂々と行くことになって内見の旅が始まりました。行ってその日当日ふーちゃんと一緒に行って、でローンの話とかもいろいろ質問してんな。全然家買う気なかったけど、一旦聞いとっても損はないかってことで、あと何も知らんすぎたから、そう同性同士のカップルで2人で家探してるんですけど、ローンとかってどうなりますかって聞いたら、その人すごいいい人で、めっちゃいい人やった。男の人なんやけど、まず同性カップルってことには全くさ何も偏見もなくさ、嫌な顔もせず、フレーズなんて、普通にカップルとしてそうなんですねみたいな感じやって、さらっとでめっちゃいろいろな話聞かせてくれて、ローンについてすごい調べてくれてたよな、どうなるんやろうっていうのを、で簡単に言うと、あんまし自分らは詳しくないからそんな踏み込んだことは言えへんのやけど、あんまりそこまで当てにせんとってほしいけどで2人でローンを組むってなったら、ペアローンと収入合算ローンっていうのがあるらしくて、でまずペアローン、簡単に言うと、3000万をローン組むと、で2人で1500万ずつでローンを組みます、みたいになるねんな。でそのメリットは、借入額が増える、2人のローンやから、でその所有権を2人で共有できるっていうのがメリットです、でデメリットで言うと、ペアローンはパートナーシップがあれば組める銀行もあるけど手続きがややこしいです、そのペアローンを組む時のどういう関係なのかっていうのを証明するためにパートナーシップの証明書みたいなのを出したらローンが通るところもあるよみたいな言い方やったな、で通らないとこもあるねんな、それは、でもその分通ったとしたら手数料が2倍で2人分になるから倍になっちゃうよ、ちょっとお金がかかっちゃうっていうデメリットがあります、で収入合算ローンっていうのが、ローンは1人の名義でやって、で、サポート役として収入を合算してローンを組むっていうので、例えばひかち100万ふーちゃん100万合わせて200万として審査される、ローンの審査が収入が、っていうことなんかな、でも所有権は1人です、ふーちゃんに所有権はありません、でメリットはその借入額を増やせます、ローンはその1本やから手数料とかも1人分だけです、でもデメリットで言うと、契約者ひかちが払えなくなると合算者、ふーちゃんが払うことになります、ローンを、で別れた時にだるい、別れた時に大変で、配偶者じゃないとできないことが多いんですね、これは。でどっちにしても書類提出とかがちょっと手続きが多くなってちょっとややこしいですよとなります、で同性カップルでローンを組むならもう日立とか、どっちか一人だけでローンを組んだ方が、単独ローンにの方がいいんじゃないですかっていう、王道スタイルはそれですねっていう風になりました。単独が結局ややこしくないねっていう、それでいけるんやったらそれが一番いいねっていう、っていう風に言われました、がそれもデメリットがあって、もし日立でローンを組みました、単独ローンを組みました、で日立が死んでしまった場合、あら大変、大変です。その場合ローンは保険金でどうにかなんねんな。その家を買うときに入る生命保険でどうにかなんねんけどな、だからローンは消滅する、ローンはなくなります。だけどマンション、この日立の遺産ですね、
はいはふーちゃんには移りません、法律的に。相続はされません。はいでふーちゃんはただの住人になります居候。はい、居候の身になります。でローンとかは組んでないから所有権はないんよな、ふーちゃんに。ただいる人になっちゃう。ただいる人になっちゃうで別に奪われることはないねんな、そのそうそうふーちゃんから。やけど固定資産税っていうのは発生し続けてしまそうけど、それが誰に行くのかっていうとひかちゃんの身内そう身内に行きます。から住んでるのはふーちゃんやのに固定資産税はひかちの家族が払い続けるっていうすごいややこしいことになっちゃう。でひかちの家族がもう固定資産税もかかるし家売りますよって言われたらふーちゃんは住めなくなります、はい、っていうなんかちょっと揉める可能性が出てくると。うん、でそれを解決するためには遺言書とかその公正証書を作る必要があるんやけど、そのふーちゃんに相続させますよっていう、それは専門家を挟むから費用が結構かかるねんな。高いねんな、はい、で最低でも10万、10万から50万かかりますということを教えていただきました。まあややこしい。まあややこしいんですよね、家買うってなったら。あとなんか共同ローンを組む場合のデメリットで、なんか2人で払い続けるってことになったら、でも私たちは子供が欲しいなって考えてるやん。で産むとなったら私、ひかちゃんは仕事をずっと続けるっていう予定やから払えるけど、私は収入がなくなるかもしれへん、からその収入がなくなる人がローンを組むのはあんまりおすすめしませんみたいな感じのことも言われたな、そう負担が大きくなっちゃうねんな。そうひかちの払うなんていうの、収入に見合ってないローンをずっと払い続けなあかんからな、やったらひかちゃんでいけるんやったらそっちで一本で組んだ方が絶対いいよっていう、無理なく月々の支払いもいけますよっていう感じでした。ややこしくないんだね、それが一番ね、自分らもあんましちょっと分かってないんだけどでも一旦ざっくりは大まかな感じでこんな感じ、違いますよってあったらまた教えてください。間違ったことを教えたら大変なので、あんまり当てにしないでください、その辺詳しい方いたらまたコメントで教えてください。ここからは LGBTQ 関係なく30代を目前にした女2人の人生設計についてなので、興味ない人はここでおしまいにしてください。はい、じゃあ興味ある人はどうぞお聞きください次の議題です。中古マンションのフルリノベで迷っているんですけども、私たちはねその家を探し始めた時一旦中古マンションのフルリノベかなって感じで探し始めてんな。でいい物件があったんですね。1個ありましたね。めっちゃいいけど私たちにぴったりのけどまだ探し出して1ヶ月、決めるには早すぎるのかっていうお話です。もう素敵って思えるマンションが出てきちゃってんな。中古やけど。でふーちゃんにその担当の不動産屋さんがおらへん時に「このマンション何点?」って聞いたら何点でしたか？88点。88点が出ましたでなんかその後の100点届かへん点は、ちょっと、スーパーが駅から家までの道中にないとかその辺があってんけど、不動産の人になんか100点満点の物件ってなかなか出てこうへんからもう80点満点で考えた方がいいですよって言われてな。80点やったらもうそこにしてしまった方がいいですよって、営業もあるんやろうけど、それもそうやんなって思ってんな。88点やしなみたいな超えてるしなみたいになってんな。でもうそれでずっともうそこに決めるかなぐらいまで喋っとってんな。もう買うつもりやったよ、1ヶ月やしどうしようかなっていうのもあったけど、でそれはそのローンの審査っていうか事前審査の時に、またLGBTQ の話始まっちゃうねんけど、買おうとしてる家は何円ですかみたいな、どれぐらいのローンで返すつもりですかとか入力するとこがあんねんけど、そこになんかその家には誰が住みますかで、何人で住むつもりですかみたいな、その間柄はどうですかとかいう質問がさ結構細かくあんねんか、誰と住むかという項目が、配偶者で子供で両親で兄弟親族でその他がってあって、でさ微妙やん、
微妙ってかさ何ってなるやん、まあ、その他かその他かなみたいなでそれを担当の人にこうやって私らどうなりますかねみたいな、って言ったら初めさなんか婚約者ではないんですかみたいな言われたんやんか、婚約者でいいんですかって感じやん、そしたらなんかすぐに提携の銀行の人に確認してくれて、まあ、一旦その他でみたいな、でまあその他になってんけど、っていうこともありまして、ありまして、でなんか一人にしてもいいよみたいな感じだってんな、一旦2人じゃなくて、でも一人にしたらその投資目的って思われて、それでローンが通りにくいかもしれへんみたいなこともあって、みたいなで結局そうなって、はい、そうなりました。でそのマンションを相談してんな。親に相談する前に自分のなんかすごい物件を見るのが趣味な友達に相談したら、なんか中古マンションのフルリノベってどうなんみたいな、って言われて、なんか私らとしてはなんかドアの色とか壁の色とか全部自分らで決めれるしいいやんって思ってたんやけど、なんか、まあ、築40年ぐらいなんやんかやっぱりな、でそこから自分らは住み替えを考えてないから、自分らがさおばあちゃんになるまで住むってなったらさ、マンションもすごい、まあ、古くなるやん、80歳とかになっちゃうもんな、マンションも。そうでそういう話をもろもろして、で自分は知恵袋さんとかにも質問したりしてでしたらなんかこれはほんまに人によると思うねん、考え方によると思うねんけど、中古物件ってどうなんってなってんな。そういろいろ見てなそういろいろと考えた末に新築の一戸建ての方がいいんかなってなってんな、中古のマンションがあかんとか言ってるわけじゃなくて、その自分らのライフスタイルに合わせるんやったら、一戸建てなんかなってなってんな。そう住み替えっていうのをしたくないし、もう一生そこでいいと自分らは思ってるやん。もうなんか、次引っ越すならもうずっとそこでいいやっていう、思ってるからっていう風にな振り出しに戻ってるなというわけで一旦内見は休憩なんですよねまあ、中古ちゃんがその新築一戸建てにするってなったらまだ資金がやっぱ足りひんやんか。全然足りひん。そうやからまだまだ先の話かなって今一旦なってますね。はい。だからみんなはその住み替えを思って家を買ってるんか、どうなんですかってね。でも意外となんかみんなの話聞いとったらさ、みんなの話ってまああんまし聞いてへんけど、なんか見てるとさ住み替えを前提としてる人が多くない？多い。なんかそうなんやと思って。中古マンション売るなら15年ぐらいまでに売った方がいいって言われたよな、そんなスパンで引っ越すのみんなと思わへん、15年ってあっという間やで。いやほんまにそうやで。だからみんなすごいと思って、しんどいやん引っ越しってさ。もうこの内見で結構ヘトヘトになってるのにさ、15年後にこれまたもう一回するの嫌やでいやまあこれからどんどんさマンションが高くなりますよとか土地がどんどん高くなっていきますよとかわかんねんけど、金利が上がりますから早い方がいいですよとかわかんねんけどちょっと今じゃないなってなってるな、結局な欲しかったけどな。そうなんですよね。なんで自分らがこんなさ毎週末さ内見に行ってたかっていうとさ、なんせ今自分らが住んでるこの賃貸すごい気に入ってんねんけど、子供があかんのよなここは、だから子供を欲しいってなると早い方がいいんじゃないかっていう家を持つのがね、どうせ引っ越すんやったら家賃払い続けるより、じゃあ買っちゃう方がいいかってなったのと、なんか妊娠しながら家探すのってきっと大変やんなって、じゃあ早い方がいいかっていうのがまあ最初の最初。でも自分たちはどう落ち着いたかっていうと、もう一旦家探しはやめます今、まあ半年ぐらい休もうってなって、休んで妊娠に関しては、ふーちゃんが妊娠できるかどうかって、ほんまに分からへん話だから、もしかしたら不妊かもしれへんし、そうやったらもう子供は持たへんでいいかなって話してんねんな。そうだから今からどういう動きをするかっていうと、この子供がダメな賃貸に住み続けます一旦、でお金を貯めます、で時期が来たら妊活を始める、で妊娠してもうこの家にいる、で生まれて1ヶ月2ヶ月はふーちゃんは里帰りになるから実家に帰ってもらいます、だから妊娠が分かったぐらいにまた家探し出そうかなって。だから妊娠して生まれるまでが1年ぐらい、1年ちょいぐらいあるから、家を探し出そうかなって。そうよね。
でもし家がほんまに見つからへんかったらもうふーちゃんは実家でぬく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 と子供を育てていただいてもう週末婚みたいな、感じになるかなって今話してる、まあ、どうなるか分からへんけど、もし子供持たへんねってなったらちょっとこじんまりした戸建てを駅近で探そうかって、かまあちょっといいマンション、駅近のほんまマンションがいいねんけどな、マンション高いからっていう感じに落ち着きました。でも人生計画ってさうまくいかないよね。そうどんどん変わっていくもんやん。だからきっとこれからも全然変わると思うけど、そうまあ一旦ね私たちはそんな風な結論を出しました。この前ね私たちの悩み相談に乗っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。全部まだ返事できてへんくて、ごめんなさい。たくさんコメントありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。でこれからも私たちの近況報告興味ないかもしれませんがしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではまた今度。はい、さようなら。さようなら。